読んでいただけてありがとうございいやます。こちらこそいらっしゃい。正式名称がちょっと思い出せないんだけど、管理人。といた。いやモッチーすごかったからね、もう泣いてたからね、ほとんど。あれどうやって書くんだっけ。大丈夫？そうなんだ。ちょっと首にされない？大丈夫？だから多分今1000とか言ってるかもしれないね、もしかして。合ってる。私そうなんだ実は会ったことがあるんで、眩しかったあれ。笑い方がオタクっぽいみたいな感じ。そこなんここでやめてくださいね、喧嘩大会。なんかね、横にスライドさせるのよ、シャ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 。そう。こいつはひどいやつだと思って。VR チャットは初めに出会った時の話とか聞きたい。多分知られてないよね。知られてない。一緒に住むからあ、仕事も一緒に住むから戻ってきたね。住むの。すごい。竜巻旋風客ってどうしたらいいかわかんないよ。バーチャルトークドゥドゥドゥ。皆さんこんにちは。バーチャルトークの8回目になるんですけれども、今回は VR チャットのナオチーガーデンというワールドに来ています。すごい素敵でしょ。そう風を感じてね、めっちゃ素敵なワールドなの、大好きなの。そうなの。皆さんも映像で多分風がわかると思うんですけど、お花とか揺れてるでしょ。すごい素敵なの。音楽も素敵で、雲もね、空も明るくて、父の子このワールド大好きで、バーチャルアキちゃんの方でも3人で遊びに来てるんですよ。バーチャルピクニックしたような感じですごい面白かったよね。あきちゃんも寝てたりした。そう、アキちゃん寝てた。みんなで寝たね。で、アキちゃんに土の子リアルで蹴飛ばされたもん。よかったらその映像も入ってるんで、バーチャルアキちゃんで検索の見てみてくれるとすごい嬉しいんですけども、こんな感じで今回初コラボ企画ということで、VR チャットと YouTube で活動されているもちみちさんとコラボすることになったんですよ。前回の第7回の動画でミトチョンのね、ちょっとシルクハットとぐるぐるメガネつけてないんだけれども、アバターを作ってくれたパウさんがどうした？変えたのね。ちょっと背が低いよ。ね、ジャンプ。違う、リアルジャンプじゃない、ボタンでジャンプするの忘れたの。何やってんのあんた。ボタンでジャンプだよ。そう、ほら。そう、このアバターを作成してくれたパウさんが、もちみちさんとコラボできませんかっていう風に言っていただきまして、で、それで実現したコラボ企画になっています。パウさん、実現したよ。ねえ、本当にありがとう。ありがとう。ねえ、これからお呼びすることになるんですけれども、ちょっとワールドの話に戻りまして、この素敵なワールド、ナオチーガーデンっていうんですけれども、ナオチーってお友達の名前なんですよ。父の子が VR チャットを始めたばかりの頃に、一番初めに出会った子がナオチーなんです。その時はなんとなく初めましてこんにちはっていうお話を交わしただけなんですけれども、それからもずーっと友達で、今では素敵なワールドも作成されていて、映画の作成も行ってまして、確かその映画の中でもちみちさん、誠さんが出演されてるんです。この VR チャットで撮影を行ったんですけど、普通に撮影するとちょっと重たいと、クエストのみんなで撮影するってことだったんで、軽量化して移植とかしてるんですよ、ナオチ。それの完成度がすごくて、どんどん作成されていく過程を土のナオチにお呼ばれして見に行ったりしてて、そうなんだ。そう遊びに行くたびにどんどん出来上がっていく様子っていうのを見てたのよ、土の。そんなこともあって出来上がって YouTube で公開されてますんで、ワールドと合わせて映画の方もぜひ見てみてください。見てください。YouTube で VR チャットの動画と作成されているもちみちさん、誠さんに来てもらいました。っていうかごめん、ちょっと待って、もう一回やり直していい？コラボ動画なん突然始まったんだ。あれ突然でいいた。だからみんな心の準備ができなかったよね。ほら、じゃあ始めようかみたいな。そうだね。なんもなく突然始めてた。始まってるの？これも回ってるんですか？まあもう回ってます、カメラ。たまにこのシーンあるよ、テレビ。NG じゃん。じゃあ気を取り直してもう一回やろうと思います。というわけで、モッチーと一緒にコラボ企画ということで、早速モッチーと誠さんに来てもらいました。バーチャルトークに。わー、ありがとう、いらっしゃい。今回すごくて、なんと4人初の試みっていう感じで、すごいなんかワクワクしてるんだけど、読んでいただけてありがとうございます。いや、こちらこそ。モッチーすごい YouTube の方でたくさんいろんな活動されてて、どれぐらい？1年以上もう。そう、1年くらい。あ、ちょうどただ1年。ただ
だ今年はお休みをさせていただいてた期間があるから、なるほどね半年くらい経ったかなーって思ってたら、もう実は1年経ってたぞっていう。始めた時から計算すると1年経ってるっていう、うん、そうだよね、もう1年経ちました。うんありがとうございます。なんだっけ、朗読のやつ、しそこまだちょっとちゃんと見てないのよ。さっきとパッて見たら朗読ワールドみたいなの作ってたよね、あれ。そうなんですよ。そう、あれすごいね。朗読が聞けるワールド。あれはどういう風に作ったのあれ。もともと動画撮影用のワールドを作ろうって作り始めて、なんかいろいろいじってたら朗読聞けるようになるんじゃねってその流れで作って公開した感じで。あれを作成されたのは誠さんだったりするの？作ったのワールド。あ、そうなんだ。そうすごい。誠さんユニティとかいじれるの？全然いじれないんだけど。いじれないであのクオリティができちゃうすごかったよね。お金で買ってきたものを置いてるだけですよ。あ、そうなんだ。本当に？そうそうそう。すごいな。行って押したりしただかららそこで聞ける。聞ける。あと字も出てくる。そうそう。後ろに字がですよね。後で行きたい。行きましょう行きましょう。ぜひぜひ20分ぐらいなんだけどね。長い。字幕がちょっと上に出てるから首が痛くなるんですよ。あ、なるほど。父の子めちゃめちゃ寝違えちゃって首痛めてるから危険かもしれない。やばいやばい。首治ってから行って。ロボットみたいに生活してたから。今大丈夫？結構あ動いてるけど。そう大丈夫になった。ようやくちょうど治ったわ。今日のために治そうと思ってミトちょんに話しかけられても正面見たまま首は微動だにせず体ごとね。そう体ごとこうやって実は1年ぐらい前だったと思うんですけど、みんなで朗読会開いてね、一緒にやったことがあるんですよ。モッチーがその時何役をやってたかと父の子記憶がすぐ消えちゃうんでもう忘れちゃったんだけど、父の子もすごい一生懸命読んでもうめちゃめちゃ緊張したことすごい覚えてる。あったね。そう朗読あったワールドを作って。あったね。あ、そっか、あれ誠さんもいたんだっけ？俺は誠いたりいなかったりしたから、いた。チの時はいなかったかもしれないわ。いなかったもちみちとはやったんだけど。結構面白かったあれ。なんか無駄に汗かいたわ。父の子緊張して。みんな結構真面目だからすごい緊張しちゃったよね。読み間違えちゃったりした時とか焦ったりした。わかる。そう。そうみたいな。そう。スッチ漢字読めないもん。そうなの。漢字読めないのよ。そうもうめちゃめちゃ漢字が苦手。ニュースサイトとか見るでしょ、スマホで。読めない漢字だったら水戸町にこうやって見せて、これなんていうのって言って。そんなあるニュースサイトに読めない感じ。子供の頃から鉛筆じゃなくてキーボードを持ってた人間なんで、あもう漢字書かないの。なるほどね。逆にかっこいい。デジタルネイティブ。意外と困らないのよ。iPhone とかで長押ししたら調べるってやつ出てくる。あれポチッとしたら意味とか出てくるから完全なるデジタルネイティブじゃ。そうんね。読めないっていうか書けない方がやばいね。なんだったっけーってなるね。書けないね。記憶通りに書いたらなんか一本足りないとか多いとか。父の子ひどい時ひらがな忘れるからね。あれどうやって書くんだっけ？無ってどうだったっけみたいな。ひらがなはデジタルネイティブ関係ないよ。一緒にやった方がいいかもしれない。あきちゃんと一緒に。あきちゃんといえばモッチは確かあきちゃんに会ってるんですよ。合ってる。私そうそうなんだ実は会ったことがあるんだそうよ、あきちゃん。リアルでね、オフ会そうそう何のオフ会だリアルで？そうリアルそうでなのよ。そうめっちゃ可愛かった。何のオフ会だったかは全然覚えてないんだけど、なんかガンダムのそうそう、お台場行ったんだよそうね。あ、言ってたね。ツッチーとミトちゃんとアキちゃんが来るって聞いてドキドキしてたんだけど、マジで2人すごいいいママパパですごい記憶に残ってるのが、ツッチーがアキちゃんを肩車してあげてね、よくある家族の絵ってこうだよなみたいな、隣にママがいてパパが子供を肩車してはははみたいな、あらうわー、めっちゃいいやってた。わ。あー肩車嬉しいって思いながら見てた。眩しかったあれ。イエちょっと照れくさいな。ーイ。俺の想像の中では土はこの土だけどね。リアルも多分こんな感じよね。あんま変わらない。そうだね。そうだね。こういう感じだったね。こういう感じだった。あ、よかったよかった。もうオーダーのね、茶色の土の子パーカーを着て。あ、そうなの。いやいや来てない来てない来てないわ。欲しいけど一発でわかね。んじゃん。確かにあったら欲しいね。いつも被ってるハットを被ってきてくれたもんね。すぐ分かった。シルクハットにぐるぐるメガネつけてるでしょ。そうそう。すぐ分かった。背中にネジ。あの時のオフ会はすごいいろいろあって、モッチーにも初めて会えたし、ピュア吉さんとか英吉さんとかには会ってたんだけれど、ゴバカ飲みとか言って月に1回クエストディスコードサーバーの管理人メンバー毎月会って話したりするんで、そうたまにみんなツイッターに上がってるの見る。そうあれであれでこうオフ会でみんな大体会ってるんだけど、父の子とマックスニャンテルは会ってなくて、だからあの時に初めてニャンテルたちに会えたのよ。そう
そうなんだね。そんないっぱい来てたんだっけ。アタックさんも来てたよね。あれだ。ソーニャンとかもいたしね。そうだねあ、そうにゃんもいた。うん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 。で、オフ会でやっと全員に会えて、小バカは全員に会ったねっていう話になるほどね。バーチャルからリアルに繋がったわけだ。そうそうそう、そういうことです。うん。うん。ディスコードサーバーの管理5人組か。そうそう。あのディスコードサーバー何人ぐらいいるの？今700とかもっといってるか。この700、800とか見たのもちょっと前だからもっと増えてるかもね。そうだね、クエスト2が発売されてユーザー増えてるから、そっか、その新規ユーザーそうもなるほど参加してるわけだ。だから多分今1000とかいってるかもしれないね、もしかしたら。あー、そうか、今ね見てくださってる方ももしかしたらねディスコードの中の人かもしれない。あ、そうだね。あー確かにね。うんうん。まあ管理人とか言って土の子何にもしないんだけどね。本当にびっくりするぐらい何もしないんだけどね。管理人の仕事って何があるの？なんかもう全部任せてる。なんかでもそんだけいたらもうまとまりそうだよね。そんなことないのかな。大丈そうなんだ夫？そっちクビにされない？大丈夫？実はなってるのかもしれない、知らないところで。それぐらい何もしてないから。もしかしたらまあそんご存知ない方もいるかもしれないね。ディスコードサーバーの。そうか。ああ、確かに確かに。あなので、じゃあちょうどいいんじゃない気になる方はそう、テロップ出しておきます。正式名称がちょっと思い出せないんだけど、クエス管理人。ト、クエスト交流所みたいな、なんかそんな感じの、ものすごい適当だった。そう、みたいなのがあるんですよ、ディスコードサーバーが。それ怒られるやつ。クエストとかオキュラスクエスト2を購入されてから VR チャットを始めたっていう方たちが集まってるディスコードサーバーになってます。ぜひ興味ある方は入ってみてくださいね。まあそんな感じでモッチーとオフ会で会ってるんですよ。で、誠さんとは土の子すごい記憶あるのが、リアルではないんだけれども、対談のイベントやったじゃん。あみんなでさ、なんかなんあれて大仏じゃなくてなんだっけなご先祖様ね。そうご先祖様になってさ、ちょうどポリゴン数が5000だから5000ポリご先祖様って言わあれれて。そういう意味なんだ。あ、そうだったんだ。あ、そんなひねりが効いてたの。正式名称かわかんないけど、あれすごいよね。そう怖いのよあれ。で怖いただでさえご先祖様怖いのに、さらに暗い誰も人のいない駅みたいなワールドです。みんなでご先祖様で縁を私もいたいた。そういたいた。いやモッチーすごかったからね、もう泣いてたからね、ほとんど。モッチーもう私無理って言って途中で落ちてたからね。あれでね、もちみちはしばらくもう俺にはジョインしないようにしようって思って。怖い話をされて、そうこいつはひどいやつだと思って。しばらくジョインしないように。そう思い出すからもうジョインしないようにしようって言ってソーシャルから見ないようにして。いやでも本当に誠さんの怪談話がめちゃめちゃ怖くて、その実話なのよそれが。でかつそうですから。その時に撮った本物の心霊写真を今ツイッターに上げましたから見てくださいとかやるの。そうそう。めちゃめちゃ怖くて。ちょっと今ツイートしたんで見てもらっていいですかっつって。そうでもあれもうめっちゃ怖くて、これが例なんですよっつってやりましたね。父の子さ、ほらホラー映画とかすごい大好きでよく見るのよ。あ、そうなんだ。でもう本当に好きだからわざと部屋暗くして一人で見たりするような感じなんだけれども、そんな土の子でもめちゃめちゃ怖くて本当によかった。逆にヘッドマウントディスプレイ外せなかったからね。怖いから外したいじゃん。でもあれ外しても怖い。そう外したら一人になるでしょ。外してそうそう急に孤独が訪れる。そうなの。いやだから外せもしないしつけることしかできないみたいなものすごい怖い思いをしたの。モッチーだけじゃなくて土の子もトラウマを刻まれた。よかった一緒で、私も後すごいゴーホームしたんだけど、ゴーホームするとめっちゃ一人だし、音楽もないし怖すぎて、明るいワールドに行かなきゃって言って必死でポップで明るいカラフルなワールドを探すっていう。なるほど楽しんでいただけて。いや楽しくはなかった。俺が覚えてるのは、うんツッチーとの思い出。ディスコードサーバーでプログラマー用のチャンネルみたいなのがあって、そこで技術話をめっちゃしたよ。あ、そうだったっけ。一緒に技術話を、そうそうそう。あれ一緒にというか、チャンネルができた最初の頃、2、3日めちゃくちゃ盛り上がって、盛り上がったずっ。と誰かが何か話してるっていう時があ覚えってて、る。その中の初期メンバーの中にツッチーがいたことが覚えてます。僕はなるほどなるほど。あったあった。どんな話をしてたのか全然ちょっと思い出せないんだけど、なんか覚えてたりする？なんだっけな、俺も
も覚えてないんだけどなんかだいぶ前の話だもんね。なんかそれぞれ自分がどの畑の人なのかみたいなのを語り合って、うんツッチーはどの畑の話にも入り込んでたからすごいい幅広く知ってる人なんだっていううわー照れちゃうわ。そうけと思って見てた記憶があります。なるほど。そういやもう父の子もコンピューターオタクで大好きなのよ。まあ知らないこともたくさんあるんだけれどもオタクだよね。うんいや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 。毎日オタクって言われてるわ父の子水戸町の。どんな時に言われるの？最近はあれだね、笑い方がオタクっぽいみたいな感じ。そこそこなんだ。話す内容とかじゃないなんか土の子が笑うときたまにね笑いデュフフって笑う時があるみたいな。なかなかいないよ。本物のオタクでもそうそう、デューフってデュ笑うフって笑う時があるみたいで、それでなんかめっちゃオタクって言われるの最近。バーチャルトークに収録されてないことを祈ってる私の子。なんでこうなるかっていうと、最近水戸町とねパネポンっていうゲームにハマってんのよ。うんうん。パネポンそうパネポンって結構昔からあるよ。そうそう、めっちゃ古いやつ、スーパーファミコンのやつ。それがで見た。うんうんうん。そう今スイッチでできたりとかするんだけど、そのパネポンを一緒にやるんだけどもう喧嘩になるのよ。パネポンで。そうパネポン大喧嘩大会ってそうそうそう。ガチバトル。でそれで勝ったりしたら調子こくのよお互いに。まあそんなもんだよねとか言って。ここでやめてくださいね喧嘩大会。まあそんな感じでパネポンしながら喧嘩するんだけど、クソみたいになったりするでしょ。でその時になんていうのこうたまりにたまった笑いみたいなデューフって出ちゃうみたいで、それでめっちゃオタク呼ばわりされてるっていう最近ね。でもそうだねなかなかデュフフって笑う人いないと思う。聞いてみたいもんね。文字では読んだことあるけどさ、実際自分って笑ってる人聞いたことないもんね。パネポン配信してくださいよ今度。土の子のデュフフを聞きたいためだけの企画でしょ。そう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 。恐ろしいわ。デュフフを出さないように気を使いながらやらなきゃいけないわその時。デュフフカウントを右下とかに。何デュフフみたいな。それやりたい。最後にリザルト画面を出してほしいな。本日のデュフフ10デュフフ。まあそんな感じでうちの子ミトちゃん一緒に暮らしてるんですけれども、誠さんとモッチーも一緒に暮らせて、どれぐらい経つんだっけ？1ヶ月とかまだない。経ってないです。 1ヶ月経ってない。おお。うちらもやってますよ。ぷよぷよ。ぷよ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 2。やっぱり古いのやるのね。ぷよぷよ2もスーパーファミコンでしょ。二人で。ぴよ大二人で喧嘩大会とかやってないの？あのねそれがねどうしたらいいかわかんないよーって言うと、知ってるって言って優しくしちゃうんで。なるほど。いいからなるほどね。じゃあ何追い打ちをかけるように殺しにかかったりみたいなの手加しないわけ。減してくれるからそこにつけ込んで連鎖を叩き込むみたいな。結局それ喧嘩に発展するやつ。そうそれが続いてるお互いに。うん、そしたらパネポンもやってみるといいと思う。パネポンあの中にあるんだよ。あったあった。結構熱いよパネポンも。パネポン熱い。あれはどういうゲームなの？なんかね横にスライドさせるのよ。シャ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 って。そう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 。ブロックとブロックを。うんで縦か横に3つ以上並べると消えるっていうのを永遠とやっていくような。うんそうなんかスマホでよくあるゲームみたいな。あ、そうだね。ぷよぷよとスマホでよくあるスワイプするのをなんか混ぜたような感じだよね。あ、それならなんかできそう。多分ぷよぷよできるんだったら普通にできると思う。喧嘩大会を開くか。すごいのよ、そのパネポンいかに早く操作するかみたいなところがポイントで、なるほどめっちゃコントローラー激しく動かすんだけど、今日ミトちゃんは指痛いんだけど。格ゲーでなるやつやん。そう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 格ゲーでなるやつだよ。そうそう。パズルゲームでならないよなかなか。ストリートファイターで痛くなったね昔ね。ストリートファイター何ミトちゃんできる昇竜拳とかぐらいしかできない。の？でもできるじゃん。昇竜拳は一番難しくない？昇竜拳難しいよ。波動拳は簡単だけど。うん。そうあと竜巻旋風脚ってずっと竜巻旋風脚いやそれはもうできる部類のやつだもん。そこそこできるね。もう覚えてない。大体の技出せるよねそれだけで。ちょっと収録が終わったらスト2大喧嘩大会が始まる。怖いからダメだよ。まあそういう感じで中で会ってる人たちはご存知の方もいると思うんですけれども、オフ会でお会いしてたりとか一緒に朗読のイベントに参加して遊んだり怪談イベントやったりとかぷよぷよもされてるっていう落ち物ゲームっていうのかな、ハマってるところもあったり、いろんな共通点があって同棲とかもしてるんだけども、ちょっとこう突っ込んで聞いていきたいなと思ってるんですよ。うんうん。まずどういうきっかけで同棲に至ったのかなってお話できたりするかな。ちなみに2人はどういうきっかけで？ずっと電話するようになったの。それはリアルで会ってからってこと？リアルで会う前からだね。前から。会う前からもうずっと電話するようになったの。
でもうずっと電話するっていうレベルが尋常じゃなくて24時間もずっと電話すごいバーチャル同棲だ。そうなるほどねで日常になっちゃったよね。それってお互い外出とかもあるわけじゃん。お風呂とかはいはいはいこういう時ってどうしてるの？お風呂に入ってもずっとつながってた。うん私はきちゃんがいたからお風呂入るときは撮ったけど、お風呂入ってる時以外は外出してる時もずっと片耳だけエアポーツ入ってるみたいな。そうそうそうなるほどね。ずっと外出中もスマホとかでずーっそう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 繋いでるんだ。なるほど iPhone でずっと電話しててっていう相手が仕事してる時とかは黙ってるだけみたいな。仕事中もなの？仕事中もだ。そう仕事中も普通に仕事の会話とかミトちゃん聞いてたんじゃないかなっていうぐらい、すごいな。それがどれくらいの期間続いたの？あれだもんね、出会ってから3、4ヶ月で同棲してるもんね。そう。だから3、4ヶ月ぐらいそれが続いて、初めて会った時ももうなんか家族みたいな感じ。そうでなんかもう同棲するのも自然な流れになってて自、然に一緒に住む流れになったんだ。そうなの。なんかそれ以外考えられないっていうような感じだったよね。すうんごい。もうどこに住もうかみたいな。そうそうそうそこから話が始まったみたいな。あれ住んでた場所は結構離れてたんじゃなかったっけ？土の子はねその時福岡に住んでた。で水戸ちゃんが東京に住んでて、まあ、土の子もちょっすごいと離れてるね。そう仕事の関係で福岡に行ってたところがあって、うんだからもともとは東京とかに住んでたんだけど、だから土の子が戻ってきたっていうような感じだね。あ、ってことは戻ってくるから一緒に住もうかなの？それとも一緒に住むからあ、仕事も一緒に住むから戻ってきたね。住むあーすごい。そうなんだね。すごい。そうなの。仕事は大丈夫だったんだ。まあ仕事は結構どこでもできるようなところもちょっとあって、でもいいね、すごいね。それを人生の最優先にした上での選択をしたわけでしょ。伊藤ちゃんと一緒に住むっていうことを軸に置いていろんな選択を進めたってことでしょ。うんうん。めっちゃ素敵だね。すごいね。ありがとう。うん、素敵。照れちゃうわ。クエストを買った時はまさかこんな風になるとは思ってなかったんだけど、思わなかったね。モッチーと誠さんもそうなんじゃない？そうだね。そうだね。うん。もともと知ってたの？いや、いや。チュートリアルワールドで。あ、じゃあVR チャットは初めに出会った時の話とか聞きたいな。それで言うと私クエスト買った時というか私ずっと VR の情報収集と研究をしててへ前から2014年くらいから始めてて、それこそみんな VR って聞いても世間がそれって何っていう時代だったんだよ。 XR っていう単語もなくて VR と AR の違いがみんな分かってない時代から結構情報収集してて、で VTuber とかもなかったんだよねあんまり。猫マンさんが初めて VR を広めたとされるゴルマンさんが拡散とかして私もそれで初めてそういう世界があるんだなーみたいな感じで開発寄りの情報を結構集めてたんだけど、そういうコミュニケーション主体の VR チャットっていうのが徐々に流行り始めて VTuber の台頭とともにでなんかそういうのもあるんだと思いつつ、実は私最初 VR チャットにすっごい抵抗があったの。本当に開発寄りの VR を追ってたからミーハーに見えたんだよね。VTuber が好きな人たちの集まりみたいに見えちゃったんだよね。そんなことなかったのに。でクエストを手に入れて触れてみないことには分かんないよなって思って入ったのが最初だったので、なるほどうしようどうしようみたいな感じで偏見プラスわけがわからないしどうしていいかわかんなくてオロオロしてて初心者案内とかをしていただいて、あ、優しい世界だっていうことに気づいたあたりでコミュ障を発症しながらみんなが喋ってる横でポツンってしてた時にマコが「こんにちは」そうなん俺も始だね。めたばっかりの頃だったんで。へてかクエえ。ストがね発売して間もない頃だったから、俺もクエスト発売で買って同じタイミングで始めてって感じだったよね。うん同じじゃないなるほどねそうそう。本当にもうじゃあ同じタイミングで来てそこからもう意気投合っていうか。マコがすごい丁寧な人でノリがいってたんだよね。結構みんなテンションが高くて、で私そのテンションにどうしてもついていけなくて、みんなすごいなコミュ力高いなって思いながら端っこでポツンってしてた時にマコがすごいかけてくれていい人って言ったって私が懐いたというかなるほどね。話したら朗読とかが好きだみたいなのとか IT 企業にお互い勤めてたから IT の話とか共通点がいろいろ多かったってことにね。ついて VR チャットでなんか良くなった一番最初の人がマコで多分知られてないよね、あんまり。知られてないいつぐらいからお付き合いされてたの？もしかして内緒でずっとお付き合いしてた？でも本当そう1年前くらいからあ、やっぱりそうなんだ。してましたね。なるほど。
お砂糖報告とかはしてたんだ。してないよね。してないの。うんもうじゃあいきなり同棲するっていうのをバーンってやったわけね。そうなるほど。そっかそっか。てっきり段階的にお砂糖報告してるもんだと勝手に思ってたんですよ。2人はお砂糖っていう感じで報告してたんだっけ？最初はね。そうだったっけ？そうそっかそっかそこから通話が始まった感じ。うん。砂糖報告をする前からずっと通話してて、VR チャットの中っていろいろあるじゃない？でこうあなんかこあるねういろいろめんどくさいことがあってもこれはお砂糖という形にして報告した方がいいよねっていう話になって。そうだった。なんでそう。すごい思い出したわ。電車の中で、いやもうこれお砂糖報告した方がいいよっていう話を。すごいなんかもっちのなんかそう、その時はもう会ってたの。いあーろいろ大変なこと VR チャットの中であったと思うけど、私もちょっとめんどくさいことがあってゲヘありるああるんですよ。VR チャットは。そこが面白かったりするんですけど。そこが面白いところだと思うんですけど、ね一個の社会になってるよね。そうだね本当に社会の縮図って感じ。ギュッて詰まった感じがするよね。これからどんどんユーザーが増えてくるんじゃないかっていうことを考えると本当にねどんどん社会になってくる。そうだね。うんうんいやーすごい素敵だね。 VR チャットをお互い始めたばかりで出会ってそこから関係がずっと続いて今は同棲してるっていうすごい素敵なお話ねで結構すごいね。最初は VR チャットで出会ってるわけで、うんお互いの顔も本名も、なんなら年齢とか全く知らない状態で年齢知らずに付き合い始めて。そう一緒だよね。土の水戸町も年齢知らずにだったよね。知らなかったね。うんじゃあそうなんだ。結構すごいことだと思ってる。うん免許証をこうやってお互い吸って名刺交換みたいな。免許証こういうものですって。こういうもので。自己紹ここ介。で本名公開っていう。いや面白いそれ。そんなことしたんだ。怪しいものではございません。免許証を見せ合うっていうのはすごいわかる気がする。私ツッチーの免許証を初めて見た時あ嘘ついてないって思っなるほど。差が読まれてないぞ。た。だから VR チャットで出会ってお砂糖になってリアルでもお付き合いしてる人たちは最初に免許証の交換から始めたらいいかもしれない。おすすめです。おすすめです。なるほどこうやってもう土の子は全然気にしないから免許証を見せた記憶すらない。いやだから見せてもらってない。え何かの表紙に振って見ああそういうこと見せてもらった時に名前と生年月日言ってたのと同じだと。いやでもさそこで全然違う名前とか年齢だったらめちゃめちゃ怖くない？怖いね。でもそういうリスクももあるってことじゃない。なるほど可能だからね。ある確かにねねあると思う。うんうんじゃあバーチャルから始まって実際にお付き合いすることになった時はもう免許証ということで、免許証をね。交換してる。こういうものです。住み始めるときお互いの家族とか兄弟とかにも紹介したの？紹介はちゃんとはしてないね。うん。でもいやした一緒にご飯食べたよね。それはでも今年の7月だから半年ぐらいは半年ぐらい経ってそうから伊藤ちゃん、今年はもう2021年1月だって。そうかそうか去年だった。そうだね去年一応そういう一緒に住んでるよっていうことは伝えてたんだけれども、ちゃんと報告っていうかちゃんと会うっていうのをするまでは半年ぐらいは後だったかなっていう感じだね、うんなるほどね。それってちなみにどこで出会いましたとかっていうのはちゃんと言ったんですか？と言ってると思う、VR で会ったっていう話してるから知ってると思う。ただ親とかにちょっと話した時にもうなんかよくわかんないとそうそう。そう、私にはちょっとわからないわみたいな感じだったような気もする。そこねちょっとね話したんだよね。どうするみたいな。どうやってどこで出会ったって話すみたいな。まだ話してないのね。最終的にはもう仮想世界で会いましたって言おうっていう。そうそうそう多分まだ珍しい方だと思うんだよね。これからどんどん普通のことになっていくとは思うんだけれどそうも、やっぱりまだ珍しいことではあるから、ちょっとやっぱりね、びっくりかもしれないね、親とか。なんか今でこそマッチングアプリとかでね結婚してる子がすごい増えたけど、多分3年くらい前だったら出会い系アプリみたいに言われてたんじゃないかなと思う。ああそうだね。きっと VR もそうなってきそうだよね。そうだね。なんか出会い系アプリとかだと本当になんかこう探してそっから連絡取ってみたいな感じになるけど、なんか VR チャットってこう中で普通にみんなでワイワイ遊んでて、どんどん関係が構築されていく、ゆっくりゆっくり構築されていくっていうのがあるから、すごくなんかこう自然なお付き合いが始まるっていう感じがししてて、そうそれがすごい素敵だなっていう。なんか出
出会い系とは違う感じがするんだよね。そうだね。そうだね出会い系はそうだよね。写真とかね、条件とかいろいろね。そうなんかもうお付き合い前提みたいな感じだったりするけれども、現実世界の自然に発生するお付き合いとさ、うんほぼ変わんないよね。そうだね。そう現実と一緒なんだ。そう流れとしてはさそういうことだ。学生時代とか。思うのは、なんか現実世界だと同じ学部であるとかさ、同じ職業であるとか、多分それが VR の中だと取っ払われてるじゃん。うん地域特定もなければ職業も年齢もファッションの好みとかそういうので似たり寄ったりな人とリアルだとお付き合いが発生する気がするんだけど、VR だとないよね。確かそうだね。にね。うんよくミトちゃんと言ってるもんね。出会ってないもんね。そうバーチャルで会ってなかったら一緒に住んだりはしなかっただろうねってそうだよね話をそれよくそうだもんそうそう私絶対なことあっても服装がねすごいモードな感じだからなんかへ特殊な子だなみたいな感じ。すごい見てみたいわ会ってみたいな。ねえ会ってみたいうちに来てくださいじゃあ今度。本当に金ポンしましょう。あめっちゃ面白そうめっちゃねえ嬉しい。まあそういう感じで面白い共通点として動画を作ってるっていうお互いにねうんうん確かに確かに。父の子たちはバーチャルトークを始めようってなってからまあ YouTube の動画を上げるようになってもともと Twitter でしか動画上げてなかったんだよねそうだよね。そう、んだけど Twitter って2分10秒の動画を上げれないので、うんそれでじゃあ YouTube に上げようかっていうことで YouTube 動画をボンボン上げてるんですけどちょっとねこの話使うかどうかわからないんだけどびっくりしたのが全然 YouTube からの流入を期待してなかったの、うんだって知らないじゃんうちの子って誰みたいな感じでしょ、YouTube の人からしたら、うんだから見てくれる人は Twitter から流れてきた人だろうなって思ってたんだけれども半分以上が YouTube からの人なのよ、そうなのそこがすごいびっくりしててそうしかもね、モッチーの動画から流れてきてくれてる。そうなのそうなのよあそうなんだ。そうなんだ。モッチーの動画から流れてるの関連動画に出てくる。そう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 なるほど。ありがとうございます。まあそんな感じでお互いに YouTube の動画をアップしてたりするんですけれども1年ぐらいやられててどんな気持ちでどんな思いで YouTube の動画を作られてたりするのかなっていうのをちょっと聞きたいなってまあそれで言うとみんなさクエストから入った人って PCVR に行くためにパソコン結構買う人が多いかなと思うんだけど私もパソコン買ってるんだけど実はパソコン買った理由って古いノートパソコンだと動画編集ができなかったの。なるほどそうでマコにも見てもらいながらみんなにクエストから入った人が楽しく VR チャットに入れるようにしたいなと思って、うんうん動画を作り始めたんだけど古いノートパソコンじゃ無理でパソコンをね実は買って PCVR 化したっていう経緯がなるほどね動画も作れるし PC でも入れるようになったそうだからうん本当は VR チャット PCVR には全く興味がなくてクエストでも十分楽しいって思ってたんだけど動画編集したいがために始めてさっき言ったように私本当にコミュ障で全然入っていけなかったのにこうして人生がいっぱい変わってコミュニケーションを取れる VR すごいぞと思って私みたいに偏見で始めてない人もいるんじゃないかな始めたいけど始められない人とかいるのかなとか思ってそういう人が楽しめるような動画を作ろうみたいなところからスタートしてそうでも今はいろんな人がいろんな活動をしていろんな講座とかアバターのアップロードとか私以外の方が動画を作ってたりするからそういうのを私がしなくてもいろんな方がたくさんしてくださってるからいいのかなみたいな思いでなるほどねみんなに VR が楽しいっていうのを知ってほしい。なるほどなるほど初めは偏見があったりとかしたけれど実際に VR チャットを体験してみたらうわなんだこれすごいっていう風になってその素晴らしさをみんなに知ってもらいたいってそういう感じなんですね独特な文化が取り上げられがちだと思うんだよね。それだけじゃないぞみたいそうだね。な。もちろん楽しいけどそれだけじゃない世界があるというかいろんな楽しみ方があるよみたいなのがみんなに聞いてほしい。それを伝えるのが私じゃなくてもいいんだけどこの感動をみんなに伝えたいみたいな。すごい需要があると思ってて始められて間もない方でもちみちさんの動画を見て始めたんですごくっていう人が多いんですよめちゃめちゃ嬉しい。そうなのありがとうございます。そう直接やっぱり言われたこともあるんじゃないそうクエストとかクエストプロとか遊びに行くと話しかけていただくことが多くて会話が続かなくて握手してくださいありがとうでまたありがとうでまたシーンみたいな。はい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 すごくわかる、なんかその感じ。わかるわごめんなそうと思うんだけどそれじゃあこれからも応援してますんでって言ってみんな離れていく。コミュ障しかいないの？コミュ障しかいないんだね。いやモッチーを見て土の子コミュ障だと全然思わないんだけどモッチーに初めて会った時さ声めっちゃ可愛いから声優さんなのかなって
すごい土の子思った。私実は一回特定されたことがあるんだよね。芸能活動を昔していたことがあって、子役上がりでミュージカルをずっとやってて、なるほど。声が可愛いって言ってもらえるのはあんまり関係ないと思いつつ、ラジオとかちょいちょい出てたりとかして、なるほど。そうびっくりした。モチビチを特定した人がいる芸名で、よく特定したなぁみたいな。でもそれで言うとね、マコもそういう活動をしていなるほど。て、ああ、そうね。やっぱりそうだよね。あの動画を見たとき、これは普通の人じゃないそうだ。いやでも俺は全然そんな芸能活動って言えるほどのやつじゃないんだけど、そういう勉強をしてて、まあちょっと仕事をもらったりとかっていうことがあったっていう程度なんだけど、全然特定の心配とかもなく。声を使う系の仕事っていうこと？そう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 。なるほど。勉強してて。いや、そうだよね。朗読あんなにできない、ね普通の人。でも全然卒業してプログラマーとして就職して一般的な社会人の人生を歩み始めてからそういう機会が全然なかったんだけど、VR チャットで集まりがあってで久しぶりにやった感じでね、でその頃一緒にやってお互いそういう経験があったんだっていうのを知ったんだよね。あ、そうそう、お互い聞いて、あれこの人素人じゃないぞみたいな。そうじゃないやっぱ分かるんだね、そういうのってね。いやまあでもうまいからまあ分かるか。うまい。分かるな。私は声の仕事っていうのをしたことがないから、声の表現っていうのを全然知らなくて、マコの表現はすごくて、一人で何人もいる感じにできるから、いや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 、ブランクが長くて全然口も回んないし、練習しなきゃなって思いましたよ。でもね一人何役みたいなのができるっていうことだよね。何役かやったよね。すごい。なんか今ちょっとなんかできないのなんか。やめてそれ。男の子の声。その振りやめてよ。その振り。それやるじゃん。いいじゃん。声優さんがテレビのバラエティ番組に出るときにやられるやつ。できないよ。できない。俺はそんな振りには耐えられない。気になる方は動画見てください。そっちを見たらいいねお願い。します。もしくは VR チャットにワールドが上がってるんで。まだ行ってないから早速行ってみます。ちょっとはい何役かやってます。でまあそんな感じでそろそろ終わりにしたいんですけれども、バーチャルトーク初めてこのコラボっていう形で出てもらったんですけれども、何か皆さんに一言語ってもらいたいなと思ってるんですけれども。はーい、あります。実はこのコラボ、ムチビチでも行います。イエーイ。いただく。嬉しい。そうどんな感じになるのか全然わからないからなんか楽しみなのそれが。二人で結構揉めつつ、こうだこうだって。大学ノート広げて。なるほど。そんなになんかこう企画してるんだ。なんかこれはハードルが上がった全然大したことないやつです。ハードルが下げとかね。だけど、モチビチャンネルの4人の動画もぜひご覧ください。見てね、ぜひ見てね。いやーすごい面白かったよね。楽しい。いや本当にパウさんに言われて勢いで始まったコラボ企画なんですけれども、すごい面白かった面白かった。ねえ。毎回やりたい。またやりたいよね。実は水戸町を見てください。今初音ミト、初音ミクじゃなくてね、初音ミトになってます。もちみちチャンネルの方で公開されている動画では初音ミトで水戸町に出てるんで、さっきまで撮影してたんですけど今帰ってきたんですよ。すごい楽しい企画だった。ねえ、いや本当にどんな風になるのかなって全く何も聞かされてないから、インバイト来て入ったらなんかもういきなりちょっと撮影始まってるかみたいな感じで、すごかったね。モッチーたちのダメだよ。そっか言っちゃダメだ言っちゃダメだそうだね。なんかすごくこう番組としての完成度とか練り上げられてる感じで、私たちもちゃんとやらなきゃねえ思ったよね。なんかもう勢いだけでやってていいのかなとかちょっと思っちゃったよね。ねえオフでも会ってるんで本当にリアルでいつか会えるんじゃないかなとか思いつつ、誠さんのモード系な服装を見てみたよ。その時までに土の子は土の子パーカーを調達して、私はシルクハットとぐるぐるメガネちょっとリアルアバター何この人ってなるよね。ちょっとそんな感じでもちみちチャンネルの方でも土の子ミトチョン出てますので、ぜひそちらの動画の方も合わせて見てくれるとすごい嬉しいです。いろいろね話がつながってるとこもあると思うので、そうなの。下の方にリンクを貼っておきますので、ブラウザを閉じずにリンクを押してくださいね。チャンネルはそのままとかじゃないんで、リンクを押さないと飛べないんで、ブラウザは閉じずにリンクの方を押していただくっていう感じで、はい、お楽しみください。絶対面白いんで、はい。ね、もう自分たちが何よりも